不動産屋さんの階段へようこそ。今回は久々の不動産業者の現場で起きたリアルなお話です。今から10年前に当時不動産会社の社長をしていた方から聞いた彼自身の体験談です。その社長さんを仮に飯塚さんとお呼びします。飯塚さんは私にこれは珍しく自分からこの物件はやめましょうとお客さんに伝えた案件なんですよと言って話してくれました。それはある春先のまだ肌寒い頃でした。飯塚さんの店舗にある家族連れがやってきました。繁忙期のこの時期、他の営業たちはみんな外出していたので、飯塚さんが家族の対応をしたそうです。その家族の旦那さんを仮に A さんとしておきますが、その A さんだけ少し身なりがラフで若干疲れた表情をしていました。旦那さんの A さんから聞くところでは、その家族は賃貸物件を探しているということで、4人家族で住めるマンションもしくは一軒家を探していますということでした。飯塚さんはそこでもう少し詳しく A さん家族の状況希望を聞いたそうです。 A さんは現在も賃貸マンションで住んでいるとのことで、家族構成はその場に来ていた小学生の子供2人と奥さんで典型的な4人家族でした。探しているエリアは子供を転校させたくないので、同じ学区内で 3LDK ぐらいのものという、まあそんなところでした。そこまで聞いて飯塚さんはほんの少し妙に思いました。子供の同じ学区内となるとほとんど今のマンションとエリアは変わらないので、なぜ今の賃貸マンションから別の賃貸に引っ越したいのか、その理由を尋ねたそうです。すると旦那さんの A さんは困ったような表情になり、実は今住んでいるマンションの南側のベランダの先が今は広い駐車場なんですが、そこに高いマンションが建つことになったんです。そうなると建設中は騒音もあるし、いずれ眺めも日当たりも確保できなくなるので、今のうちに引っ越しておこうと思ったわけです。とそういう説明でした。飯塚さんは A さん家族の転居理由は確かにごもっともだなと思いました。ただこの時の印象で A さんはとにかく早く今住んでいるマンションから離れたいという雰囲気を感じたそうです。それと他にも飯塚さんが気になったのは、奥さんと子供たちは明るく終始和やかに話を聞いていたのに、A さんは日頃の疲れが取れないのか、表情にそれがだんだん強く現れていき、暗い印象を受けたことでした。さて、その日は時間もなかったので、次の日曜日に物件案内をする約束を取り付けて終わりにしました。そしてその日曜日、飯塚さんは午前中、A さん家族の住むマンションに車で迎えに行くと、奥さんが現れて、夫に急な仕事が入り一緒に行けなくなったので、私と子供たちで物件を案内していただきますということでした。旦那さんの A さんが一緒に内覧できないというのは少し残念でしたが、奥さんがまず先に候補を絞ってくれと夫から言われているとのことでした。さて、そういったわけで飯塚さんはいくつかの物件を奥さんたちに案内していくと、一番最後に見せた一軒家を奥さんも子供たちも気に入っているようでした。その物件は子供部屋が2つとも同じサイズで、水回りがきれいで、リビングから見える庭も気に入りました。飯塚さんはあとは旦那さんの A さんさえ気に入ればこの家で決まるだろうと思ったそうです。そこで何とか時間を作ってもらい、あさっての平日に A さんだけこの物件に案内することになりました。そして案内の前の日、飯塚さんが準備をしていると、明日は東京は季節外れの雪が降りそうだと分かりました。
そして案の定、案内の日の朝は雪が降りましたが、案内する昼過ぎには道路の雪は完全に溶けていました。そこで飯塚さんは A さんを迎えに行き、家族が気に入った例の一軒家に向かったそうです。さて、その一軒家に到着すると、玄関先や庭の雪はまだ残っていました。早速中を案内し、旦那さんの A さんは丁寧に見て回っていたそうです。最後に飯塚さんは1階のリビングからお庭を見渡しながら A さんにいろいろ補足の物件説明をしました。そして飯塚さんはふと奥さんが気に入った庭を見せようと思い、少し寒いですがちょっと開けてみましょうと言ってリビングのガラスドアを開けてみました。すると飯塚さんはおやっと思ったそうです。庭一面はまだ雪が残っていたのですが、その真ん中の雪の表面に片方だけの足跡がくっきりとついていたのです。たったそれだけのことなのですが、飯塚さんは違和感を感じました。なんで片足だけの足跡が庭のど真ん中についているんだと不可解に感じました。家のすぐ目の前の一歩なら踏み出してすぐ戻ったとして片方だけがつくのは分かりますが、足跡は家から軽く3メーターは離れていて、それもリビングの方に向いていたのです。よく見るとそれはさほど大きくないスニーカーか作業靴の靴跡に見えました。辺りをぐるりと見渡しても2歩目はなく、どこにもそれに続く足跡はありませんでした。ですからどう考えても片足の一つだけの足跡をつけることは物理的に不可能でした。でも飯塚さんはそのことはすぐには A さんには話しませんでしたが、なぜか嫌な予感がしたそうです。長年不動産に携わってきた経験で、こういった些細なおかしなことがある物件ではその後怪奇現象が報告されることが多いのです。ただ飯塚さんはこの家が事故物件とは聞いていなかったので、再度調べなくてはと思いました。そこで飯塚さんは不審に思われること覚悟で A さんに、この物件はやめた方がいいかもしれません。もしくは保留にしましょうと言いました。すると A さんはびっくりして、どうしてですか？家族からはこの物件で決めてきてくれって言われているんですよとその理由を強く聞いてきたそうです。そこで飯塚さんは A さんにリビングから庭の雪の上についた足跡を指さしました。あれおかしいんですよ。片足一つだけ足跡がついている。ありえませんよねと言いました。すると A さんの顔からみるみる血の気が引いていき、真っ青になっていきました。A さんが心霊とかを信じる人かは分からなかったので賭けでしたが、意外な反応だったので驚きました。それで飯塚さんは A さんが何か重要なことを隠していると勘で分かったそうです。しばらく A さんは黙って何かを考えていました。そして長い沈黙の末、こんな話をしてくれました。多分信じてもらえないし笑われるかもしれませんが、と前置きをして、実は一番の転居理由は今住んでいるマンションの部屋に幽霊が出るからなんですというのでした。飯塚さんは業者間でいわくつき物件の噂は聞くことはありますが、お客さんの引っ越す理由が幽霊だというのは初めて聞きました。A さんの話では今住んでいるマンションに引っ越して半年ほど過ぎた時だったそうです。夏休みに奥さんと子供たちが先に実家に帰省し、
その夜は初めてマンションには A さんだけになりました。その夜 A さんはなんとなく静まり返った廊下に人の気配のようなものを感じました。すると誰もいないはずなのに、廊下にある足元を照らす人感センサー付きのフットライトが突然点灯したのです。洗面所のドアのそばにあるフットライトだったので、まるで誰かが廊下を横切って洗面所に入っていったのに反応したかのようでした。でもそれは1回ではなく、次の日も起きたそうで、故障かと思って調べるとどこも問題はありませんでした。その後もたまたま家族がいない A さん一人の時に限って廊下から足音が聞こえてきたり、またある夜玄関に人がいるような気配がしたので見に行くと、入り口に片方だけの見知らぬ靴跡がくっきりついていたそうです。でも A さんは家族には怖がると思ったので一切話していないということでした。そしてそれからも A さん一人の時に怪奇現象が起き、ついに A さんは怖くなり、マンションに一人でいることができなくなったそうです。そんな折マンションの南側に高層マンションが建築されることが分かったので、タイミングよく引っ越すことになったというわけでした。そして今庭の雪についた片方の足跡を見て、 A さんはマンションの幽霊は自分についてくるのだと思いました。そこまで聞いて飯塚さんは A さんに「その幽霊の心当たりは?」と尋ねると、 A さんは真剣な面持ちで「はい、心当たりはありますが、これは自分で解決しなくてはならないとても個人的なことなので」とだけ言って、それ以上は語ってくれませんでした。さて結局 A さん一家はこの物件に決めて引っ越したということでした。当時のことを飯塚さんは、幽霊の正体は気になったんですが、あれ以上深追いはしませんでした。ただ何の根拠もないのですが、なぜか女性の感じがしたんですよ。A さんには人に言えない解消しなくてはならない過去があったようですね、と最後に言っていました。不動産屋さんの階段へようこそ。このお話は東京にお住まいの20代の女性の方から聞いた、その方のおばあさんが体験したお話です。そのお話をくださった女性をエリさんとしておきますが、エリさんの実家は北関東にありました。その家は3階建てで、エリさんはすでに独立していますが、現在は両親と祖母と弟が住んでいるそうです。さて、それはある夏の夜のことでした。エリさんの弟さんとおばあさんは1階で寝ていました。そして深夜を少し回った頃、おばあさんはトイレで目が覚めたそうです。でも夜中のトイレはいつものことなので、起きて1階にあるトイレに向かいました。するとその夜に限って1階のトイレはたまたま夜更かしのエリさんの弟さんが使っていたようで、中の電気がついていました。おばあさんはあれ入ってるのか、しょうがない、2階のトイレの方を使おう、そう思い億劫でしたが、階段の電気をつけて2階に登っていきました。2階は今とエリさんの両親の部屋があるのですが、両親の部屋はすっかり寝静まっていたそうです。その2階のトイレですが、ちょうど3階に向かう階段の手前にありました。そこでおばあさんはそのトイレの前に行き、ドアを開けようとした時でした。おばあさんはふと目の前の3階に続く階段から誰かにじーっと見られているような感じがしました。はっとしておばあさんが顔を向けると、
3階の階段の途中に日本人形がポツンと立っていました。それは50センチぐらいの市松人形で、おばあさんが若い頃お祝いに親戚からもらったものでした。いつもは上の3階の部屋にきちんと飾ってあったもので、家族が触れることはまずありませんでした。ですからおばあさんは少しぎょっとしましたが、人形が一人でに動くわけがありません。理由はわからないが、誰かが持ち出して階段の途中に置き忘れたのかもしれないと思い、気にせずトイレを済ませたそうです。トイレから出ると人形は当然同じ場所にありましたが、夜中だったのでおばあさんは明日の朝に元の場所に戻しておこうと思い、そのままにしておきました。そして1階の自分の部屋に戻ったのですが、おばあさんはやっぱり市松人形のことが気になってきたそうです。今までずっと3階に飾ってあり、そもそも家族は人形には無関心で、誰かが動かすようなものではなかったのです。家族の誰かが動かしたなら自分に断るはずで、勝手に動かしたとしたらその理由が分かりませんでした。またどうして3階の階段の途中に置いたままにしたかも不可解でした。でもまあ明日聞けばわかるからと思い直し、おばあさんは寝たそうです。さて次の日の朝でした。いつものように朝一番に起きたおばあさんは2階の居間に上がっていきました。家族はまだ寝ていましたが、おばあさんは気になっていた3階の階段に置いたままの市松人形を元に戻そうと思いました。そこでその階段のところに行くと、市松人形は消えていました。おばあさんは全身が震えたそうです。夜中にここにあった人形が朝一番のまだ自分以外誰も起きていない時に、その人形がまたどこかに動いたということでした。おばあさんが探すと3階にも2階の居間にも人形はありませんでした。そして1階に行くと、おばあさんはゾーッとしたそうです。玄関の下駄箱の上にその市松人形が置いてあったということでした。いつ誰が玄関に人形を置いたのか、おばあさんは狐につままれたようでした。家族にも確認しましたが、もちろん誰もその市松人形には触れてもいなかったそうです。ただ話はこれで終わりではありませんでした。おばあさんは玄関のその人形に何か違和感があることに気がつきました。よく見ると人形の髪の毛が明らかに昨夜より長くなっていました。なぜ髪が伸びたのか、そしてどうして移動したのか、今でも謎のままだそうです。霊が宿った人形は人間の心を操り、その人に動かしてもらうと聞いたことがあります。ただ動かした人間は無意識の行動なので、その記憶がない場合があるそうです。皆さんはどう考えますか？第2話、不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。これは私の友人がまだ若い20代の頃に体験したお話です。その方を仮に美香さんとしておきます。それはちょうどお盆が近く、美香さんは父方のご先祖のお墓参りに行ったそうです。美香さんのお兄さんが運転する車で東京からお墓がある秋田県まで向かいました。車内は運転席にお兄さん、助手席にお父さん、そして後部座席に美香さんとお姉さんが乗っていました。ちなみに美香さんのお母さんは当時すでに他界していました。
さて長いドライブの末、秋田県に到着し、その日は民宿に一泊したそうです。そして次の日の朝、早速ご先祖のお墓参りに行きました。そこは霊園とかではなく、一族だけの墓地で、お盆でも寂しく墓石が佇み、周囲には人っ子一人いませんでした。そこでまずみんなでお墓の周りの草むしりをして墓石を洗い掃除を終えました。そしてすっかりきれいになったお墓にお線香をあげ、みんなでお父さんのご先祖に手を合わせていたそうです。すると美香さんはふと自分たち以外に誰かがそばにいるような気配を感じました。近くの人が様子でも見に来たのかなと思い目を開けて見渡すと誰もいませんでした。気のせいかと思い美香さんは家族と一緒にお墓を後にしたそうです。でも墓地から車が駐車してあるところまで歩いている最中も美香さんはなんとなく誰かに後をつけられているような気がしました。周りにはもちろん誰もいないので気にはなりましたが、そのまま家族と車に乗り込んだそうです。帰りもお兄さんが運転し、しばらく東京方面に向かって走っていました。行きと同様、助手席にお父さんが座り、後部座席の美香さんとお姉さんはカーラジオから流れる音楽を聴きながらぼんやり外の景色を眺めていました。ゆっくり時間が過ぎていき、気がつくといつの間にか車は山道を走っていたそうです。そしてしばらくして前方に古いトンネルの入り口が見えてきました。すると車がトンネルの穴の中に入った瞬間でした。突然美香さんは全身が硬直し、動かなくなり声も出なくなりました。金縛りだとすぐ分かったのですが、どうすることもできません。でもお父さんは平然と音楽を聴き、お兄さんは何も気づかず運転しています。美香さんは眼球は動いたので、とっさに隣のお姉さんを見たそうです。すると視界の端に映ったお姉さんは後ろに体をのけぞり、苦しそうにもがいていました。あ、お姉ちゃんもだと美香さんはお姉さんの異変に気がつきました。後ろの席の2人だけがトンネルに入った瞬間、時間が止まったようになり、もがき苦しんでいたのです。どれくらいトンネルを走っていたのか、とても長く感じたのですが、前方に光が見えてきたと思うと、すっと車はトンネルから抜け出し、その瞬間美香さんの金縛りも解けたそうです。美香さんはすぐ隣のお姉さんを見ると、お姉さんは首を押さえて咳き込んでいました。そして美香さんに、今誰かにずっと首を絞められてたと言ったそうです。驚いた美香さんは自分も今ずっと金縛りにあっていたというと、2人ともお互いにトンネルに入った瞬間、恐ろしいことが起きていたと分かりました。ところがお兄さんとお父さんは2人の異変に全く気づかず、後ろの娘たちがなんかうるさいなというくらいに思っているようでした。お父さんたちは心霊とか全く信じていないので、美香さんたちは今あったことは話さず黙っていたそうです。結局家族は無事に東京の自宅に戻ったということでした。でも美香さんは自分に起きたことが何だったか分かっていました。あの秋田の墓地にいた時に感じた気配の正体が自分たちについてきて車に乗り込んでいたのではないかと思いました。あの時ご先祖が守ってくれたのか、憑依は免れたようで、その後幸いにも何もおかしなことはなかったということでした。お墓参りの帰りは余計な何かがついてくるかもしれないので、
用心した方が良さそうですね。不動産屋さんの階段へようこそ。これは10年ぐらい前に介護士としてデイサービスで働いていた亀井ですが美恵子さんという方からいただいたお話です。美恵子さんは当時40代後半で、九州の古民家をデイサービス用に改装した施設で介護士として働くことになりました。その古民家は以前からすでに介護用のデイサービスを開業していましたが、その所有者兼施設管理者が古民家を売却したため、すべて新しい管理者に引き継がれたばかりでした。そのタイミングで新たな追加要員として美恵子さんも配属されたそうです。その介護の職場となる古民家に初めて足を踏み入れた時、美恵子さんはなんとなく気味が悪いと感じました。でも元が年季の入った古民家ですから、内部も古い仕様で薄暗いし、そんな感じがするのだろうと思い、あまり気にしないようにしました。美恵子さんが働き出したばかりの頃は、まだ旧管理者からの最後の引き継ぎが行われていたそうです。そしてその最終日のことでした。美恵子さんを含む新メンバーは、その旧管理者から業務に関連する施設の使用や注意点などの最終確認を受けていました。いろんな引き継ぎの中、その古民家にある神棚をどうするかという話になりました。旧管理者が設置したのか、古民家に昔からあったのかは分かりませんが、今まで長くきちんと祀られていたようで、美恵子さんにはかなり古い神棚に見えたそうです。そこで新しい管理者が、神棚はそちらで引き取ってもらいたいのですが、と旧管理者の男性に頼みました。するとその旧管理者の男性は、もう自分たちはここから去るからと言って、いきなり乱暴にその神棚を外して引きずり下ろしたのです。美恵子さんが何をするつもりだろうと思うや否や、目の前でその神棚を足でバンバン叩き壊し始めたのです。驚いた美恵子さんはその旧管理者に「やめてください」と止めに入りました。でも旧管理者の男性はヘラヘラと笑いながら神棚を完全に叩き割って粉々にしてしまったそうです。無残にめちゃくちゃになった神棚の残骸を見て、美恵子さんもスタッフも言葉を失いました。でも旧管理者の男性は何事もなかったかのように平然と引き継ぎを終了し帰っていったそうです。美恵子さんは世の中にはこんな罰当たりなことをして何とも思わない人がいるのだなと呆れてしまいました。そして内心、これは良くないことがここの関係者に起きるのではと不安に思ったそうです。でもそんなことはありましたが、その後は何事もなく新しいメンバーで順調にデイサービスの仕事は始まりました。さてこの施設の古民家は築100年ぐらいだそうで、部屋数は1階に4部屋、2階に2部屋で全部で6部屋ありました。デイサービスの営業時間は朝の10時から午後3時までで、3時を過ぎたら利用者は送迎バスで帰宅し、その後にスタッフが交代で片付けと掃除をして施設を退出するということでした。そしてちょうど1月ぐらい経ったある日のことでした。午後の3時になり、送迎スタッフは利用者を車に乗せて各家まで送り届けに行きました。その日は美恵子さんが掃除と施設の施錠の係だったので、他のスタッフに私は掃除してから帰るねと言って一人だけ施設に残ることになりました。少しして古民家には美恵子さん以外誰もいなくなったので、
散らかったものや道具の片付けを始めたそうです。ざっと片付けると、さて掃除機をかけようと用意をしました。そしてまずは玄関先から掃除機をかけていきました。ザーッという掃除機のモーターの音が玄関から廊下に響き渡り、美恵子さんは黙々とかけていたそうです。すると一瞬周りの空気が変わったような感じになりました。あれと思ったと同時に、いきなりさーっと眩しい光に美恵子さんは照らされました。まるで演劇舞台の照明で全身を照らされたかのように強い光に包まれたのです。美恵子さんは驚いて声も出ませんでした。その光はキラキラキラっとした金色や黄白色の光で、美恵子さんが「何これ?」と困惑していると、急に美恵子さんの左の耳元に「ねえねえ」という声が聞こえました。正確に言うと耳元というより左側の頭の中に聞こえてきたという感じでした。それもかなり若い少女のような声でゴニョゴニョゴニョと何か話しかけてきたそうです。でもその瞬間美恵子さんは嫌な予感がして、この先を聞いてはいけないと感じて慌てて耳を手で塞いだそうです。そして掃除機を投げ捨て荷物をつかんですぐに施設から飛び出しました。この古民家の施設のそばには同じ経営者の別の施設があり、美恵子さんは急いでその施設に駆け込んだそうです。その介護施設は24時間スタッフが従事しているので、どうしたのとみんな驚きました。美恵子さんはスタッフらに聞いてくださいと今あったことをすべて話したそうです。すると話を聞いていた後輩のスタッフが神妙な表情をしてぼそっと「やっぱり」と言いました。そして私もあの施設のお風呂場でおかしなものを見たことがありますと言ってある話をしてくれました。あの古民家には改装した介護用のお風呂場があるのですが、後輩スタッフが一人で掃除に入ると、誰もいないはずなのに変な気配のようなものを感じたそうです。すぐ顔を上げると、視線の先に白い素足だけが見えました。膝から上は透けていて胴体はありませんでした。でもそれは間違いなく女性だったということでした。後輩スタッフは「だから私はあそこは本当に怖いんです」と言い怯えていました。美恵子さんはあの古民家に入った時から気味が悪い感じがしたのですが、やっぱり獏付きだったのだと思いました。そしてあの謎の異常な光はひょっとして宇宙人などと思ったのですが、正体は全く分からずじまいでした。そこで霊感の強い友人に光の正体を霊視してもらったそうで、その友人の話では悪いものではなく逆に美恵子さんにとって良いもので守っているのではという見解でした。言われてみれば確かに美恵子さんも突然の光で驚きましたが、その光は美しく、聞こえてきた声も少女の声で悪霊や悪魔などとはかけ離れた印象でした。でも守っているとしたら一体何から守っているのか、美恵子さんはいわくつきの古民家だけに気になったそうです。そんな不思議な体験をした美恵子さんですが、気にせずその後も古民家の施設で働き続けました。でも古民家の中は最初の印象通り暗く陰気で空気が重い感じは変わりませんでした。そして分かったことは、古民家の2階が特に異様に怖いということでした。そこには底知れない陰気な
得体の知れない何かが存在しているように感じたそうで、できる限り2階には一人では行かないようにしていました。もしこの部屋に長居をしたら、きっと悪いものに取り込まれてしまうと感じ、その時美恵子さんはあの神棚を壊した旧管理者のことがなんとなく頭をよぎったそうです。これは推測ですが、ひょっとしたらこの部屋はあの旧管理者の男性が自分専用か、あるいは多く使用していたのかもしれません。さて、それからしばらくした頃でした。風の噂でその神棚を壊した旧管理者の男性が突如として音信不通になってしまったということを知りました。誰も連絡がつかず、今どこで何をしているかも不明で、行方不明のようになっていたのです。美恵子さんも他のスタッフもあの旧管理者の男性の身に何かあっても当然不思議ではないと内心を持っていました。そしてさらに月日が経ち、あの旧管理者の男性の現状が伝わってきました。それは最後に古民家の施設を去ったあの日以来、男性は少しずつおかしな言動をするようになっていったそうです。詳しくは誰もわからなかったのですが、最終的には周りに迷惑をかけるレベルになり、結局心の病に侵されていったということでした。今現在の状態は分かりませんが、ひょっとして最悪の結果となってしまっている可能性もあります。そもそもなぜ神棚を無残に壊したのかも不可解で、あの古民家に住む神とは真逆の得体の知れない何かに旧管理者の男性は操られていたのかもしれません。結局そういった施設ですから、他にもいろいろあったそうで、美恵子さんはその後古民家の施設を辞めて、今は別の施設で働いているそうです。不動産屋さんの怪談へようこそ。これは現在東京で会社経営をしている60代の男性が、数十年前の若い頃に神奈川県の箱根で体験したお話です。その男性を仮に昭夫さんとしておきます。それは昭夫さんがまだ20代の頃で、仕事もせずにプラプラしていたそうです。昭夫さんのお父さんがお医者さんだったので、子供の頃から家はとても裕福でわがままに育っていました。ですから10代の頃からかなりやんちゃをして遊び回っていたそうです。昭夫さんのお父さんはそこそこ厳しかったのですが、こういった家庭あるあるで、お母さんや祖父母は昭夫さんを甘やかしていました。ですからすぐにバイクや車を買い与え、同じ年齢の友達と比べるとかなりお小遣いももらっていたそうです。そんなわけで学校を卒業しても就職もせずに、同じような環境で育った友人と毎日プラプラしていたそうです。でもそんなプー太郎生活も長続きはしませんでした。ある日、一家の大黒柱のお父さんが突然事故で亡くなってしまいました。昭夫さんは急に父親を亡くし、さすがにショックだったそうで、葬儀が終わってからは家にはほとんど戻らずに、反動で以前にも増して遊び回っていたそうです。そして49日も過ぎ、しばらくしたある夜のことでした。昭夫さんは友人と2人で1台の車で箱根にドライブに行ったそうです。まだ20歳そこそこの昭夫さんは以前親から買ってもらった車を運転し、深夜の曲がりくねった山道を走っていました。深夜過ぎでしたので、もうすれ違う車はほとんどなく、街灯もないので辺りは真っ暗でした。
怖いもの知らずの若い2人はそんな迷路のような山道でも気にせず平気でかなりのスピードを出していたそうです。しばらくしてちょうどもう少しで峠に差し掛かる時でした。前方から光の点が明夫さんたちの車の方に向かってきたそうです。明夫さんはすぐそれは対向車のヘッドライトだと思いました。その光は一点だけだったので、最初バイクがこちらに向かってくるのだろうと思いました。でも何か違和感があったそうです。助手席の友人も「あれ変だな」とぼそっと言いました。その光の点は直線上にまっすぐ車の方に向かってきていたのです。ここは曲がりくねった山道ですから、もしバイクだったらそのヘッドライトもまっすぐではなく、道に沿って曲がりながら向かってくるはずでした。すると光が近づいてくるにつれ、それはバスケットボールくらいの光の玉だと分かったそうです。なんだあれはと2人が思った瞬間、その光の玉が明夫さんたちの車に突っ込んできました。その瞬間、車内は驚くほど明るくなり、明夫さんは反射的に車を止めました。するとその光の玉は車内をぐるぐる3回回って、そのままスーッと外に出ていったそうです。明夫さんも友人もあっという間の出来事で愕然とし、声も出ませんでした。でもそんな中、友人だけが今のが何だったのか分かったそうです。明夫さんが我に返ると、友人は真っ青な表情で「今の光の中に人が見えた」と驚くことを言いました。明夫さんがどういう意味かと聞くと、友人は見たこともない真剣な表情になり言いました。友人曰く、その光の中には一人の男性がいて、その人は数ヶ月前に亡くなった明夫さんのお父さんだったというのです。明夫さんはしばらくショックで言葉が出ませんでした。友人はもともと少し霊感があったのを明夫さんは知っていたので、彼にだけそれが見えていたのだと思いました。友人は明夫さんのお父さんがこのまま乱暴運転を続けていると、いつか取り返しのつかないことになるぞと忠告しに来たように感じたそうです。さて、それからです。この日以来、明夫さんは遊び回るのをピタリとやめ、仕事にもついて生活態度をガラリと変えたということでした。そして今では一企業の経営者となっています。第2話、不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。このお話は3年ほど前に一度ショートで配信したのですが、短すぎて分かりにくかったので、今回もっと詳しくお話しします。さて、このお話をくださったのは、現在教職についている30代後半の男性の方で、仮に山田さんとお呼びします。これは山田さんがまだ大学生の頃、図書館でアルバイトをしていた時に体験したお話です。図書館のアルバイトの仕事内容は、主に返却された書籍を元の場所に戻したり、間違った場所の本を直したり、また利用者の対応をしたりといろいろでした。山田さんが働いていた図書館では、当時はまだ自動貸出式がなく、すべて人が対応していたので、結構忙しかったそうです。特に返却された本を分類番号順に棚に戻す仕事は大変で、本はそもそも重いですから意外と体力がいる仕事でした。さて、山田さんがアルバイトを始めてまだ1月ぐらいの頃でした。図書館が閉館時間を過ぎて利用者がいなくなってからも、山田さんはまだ本棚に
返却本を戻す作業をしていました。毎晩必要とあればアルバイト学生が交代で閉館後もこの作業を続けることになっていたそうで、その夜は山田さんが一人館内の書家エリアに居残ってその仕事をしていました。山田さんは本の番号を正確に見ながら一つ一つ正しい棚に差し込んでいきました。そしてそんな作業を小1時間ぐらい続けて、やっと最後の一冊を元の場所に戻したそうです。やれやれ、これで帰れると山田さんはほっとして本棚に背を向けた時でした。静まり返った書棚の中、いきなり背後でドサドサドサという音がしたので、すぐ振り返ると、棚の一列に並べてあった本すべてが床に落ちていました。突然の出来事で山田さんはちょっとびっくりしました。棚にきちんと並んでいる本が勝手に動くわけがないので、誰かがやったのかと一瞬思いましたが、でも今夜は図書館の書家エリアには山田さんしかいないはずなのです。多分物理的に並べ方に無理があり、たまたまあのタイミングで崩れ落ちたのだろうと思いました。参ったな、余計な仕事が増えてしまったとぼやきながら、すべての散らばった本をまた元の棚に戻し、いつもより遅く家に帰ったそうです。さて、それから数日後、山田さんは再びアルバイトのシフトの日になり、その日も夕方から閉館後1時間ほど本の整理で居残ることになりました。その夜もたまたま館内の書家エリアには山田さんだけで返却された本を戻す作業を一人でしていたそうです。そしてすべて終わって帰ろうとした時です。山田さんの目の前の本棚から一気に本がバサバサバサッと降ってきました。この前と同じように棚の一列の本がすべて床に落ちてきたそうです。今回ははっきり本が落ちてくる瞬間を見ていたので、山田さんはかなり驚きました。誰もいない館内の書家エリアで誰も触れていない棚の本がいきなりたくさん落ちてきたので、山田さんは一体なんでこんなことが2回も起きたのだろうととても不思議に思いました。それも自分が一人の時に限って起きたのです。仕方なく面倒な作業でしたが、元の場所にすべての本を並べ直し、またいつもより遅く家に帰ったということでした。次の日、気になった山田さんは同じ図書館のアルバイト学生たちに自分が一人の時に限って棚の本が落ちてきたことを話してみました。するとどのアルバイト学生も自分が一人居残る時にそんなことは起きたことがないということでした。それを聞いて山田さんはさらに不可解でしたが、たまたまかもしれないと思いアルバイトは続けていたそうです。するとそれからしばらくは何事もありませんでした。山田さんも本が落ちてきたことなどをすっかり忘れ、また夕方からのシフトの日になりました。その夜も一人で本の整理をしていたそうです。やっと仕事を終えてさあ帰ろうと思った時でした。2度あることは3度あると言いますが、突然また目の前の棚からいくつもの本がバサバサバサッと床に落ちてきたのです。ああ、まただと山田さんはこの3回目にはさすがにうんざりしました。でもそう思ったのは一瞬だけで、目に見えない何者かがこの図書館にいるような、そんな奇妙な感じがしたそうです。それがまるで山田さんをからかって仕事を増やして引き止めているかのようでした。確かに山田さんは散らばった本をまた元に戻す作業をしなくては帰れません。背筋に冷たいものを感じながら、山田さんはたった一人で散らばった本をすべて元の棚に順番通り戻していきました。その作業の間も
ずっと誰かに見られているような感じがして気味が悪かったそうです。山田さんは早く別のバイトを見つけて、この図書館のバイトはやめた方が良さそうだなと思い始めました。ところがその後不思議にもまたしばらくは何事も起きなかったそうです。そして山田さんがすっかり油断した時でした。その日も閉館後、山田さんは誰もいない書家エリアで本の返却の作業を一人でしていました。そして全てを済ませた時でした。突然山田さんの真ん前の棚に並んでいた本がまたもや一列すべてバサバサバサッと音を立てて落ちてきました。山田さんは愕然としましたが、なぜかついに堪忍袋の緒が切れたのです。いい加減にしろと思いっきり怒鳴ったそうです。そして誰がこれを片付けると思ってるんだと叫びました。もうそれが幽霊か妖怪か何だろうがどうでもよく、片付けないと帰れなくなることが腹が立って仕方がなかったそうです。そして山田さんは怒りまくりながらすべての本を元の棚に戻して帰りました。さてそれからです。山田さんはその後も図書館のバイトを続けていたのですが、奇妙なことにその夜以降、二度と本が勝手に棚から落ちることはなくなったということでした。不動産屋さんの怪談へようこそ。今回のお話は5年以上前に一度配信して個人的な理由からすぐ削除したものの再投稿です。プライバシーの保護の観点から体験者さんの詳細は一部伏せてお話しさせていただきます。さてその体験者さんは現在不動産会社にお勤めの方で、仮に妙子さんとしておきます。今から数十年前、まだ携帯電話もインターネットもなかった時代のことでした。専業主婦の妙子さんは当時航空会社の乗務員をしていた夫一郎さんと2人でその会社の社宅に住んでいたそうです。その社宅は5階建てで、妙子さんと一郎さん夫婦の部屋はその5階にありました。妙子さんの夫一郎さんはフライトでしょっちゅう家を留守にするので、その間は専業主婦だった妙子さんは一人で過ごさなくてはなりませんでした。さてそんなある日のことでした。妙子さんの夫一郎さんは4泊5日ほどのフライトで家を空けていたそうです。一郎さんがいなくても妙子さんは慣れているので、ほとんど家の中で静かに過ごしていました。そしてちょうど夫が家を空けて3日経った夜でした。夫が帰ってくるのはあさっての夜だったので、まだ2晩は一人で過ごさなくてはなりません。そして夜の11時ごろ、いつものように奥の畳の部屋で布団を敷いて電気を消し、妙子さんは一人で寝ることにしました。その社宅の部屋は玄関とリビングの2つのドアを開けると一番奥にその6畳間がありました。その夜は妙子さんは横になるとすぐにうとうとしていきました。そしていつの間にか深い眠りに入っていたそうです。しばらくして夜中の1時半か2時ごろの少し眠りが浅くなっていた時でした。突然の物音で妙子さんはぼんやり目が覚めたそうです。妙子さんは襖に足を向けて寝ていたのですが、それは誰かが足元の襖をスッと開ける音だったのです。妙子さんはまだ半分寝ぼけていましたが、あ、一郎さんが帰ってきたのかなと最初は夫だと思ったそうです。ごくごくまれに夫のフライトが変更になり、1日早く帰ってくることがあるのです。ただ古くて狭い社宅なので、妙子さんは玄関とリビングの2つのドアが開く音が全くしなかったので、
ちょっと変だなとは思ったそうです。するとその中に入ってきた誰かさんはスタスタッと布団の横を通って妙子さんの頭の先に回り、妙子さんからは見えなくなりました。でも妙子さんはその歩き方で、ああやっぱり一郎さんが一日早く帰ってきたんだと確信しました。するとその夫らしき人は妙子さんの枕の先でじっとしているようでした。妙子さんを起こしてはいけないと思って声をかけないのかもしれませんが、妙子さんには何かその沈黙に違和感を感じたそうです。するとその夫らしきものは後ろのタンスのあたりで突然ごそごそと何かを探し始めました。でもその様子で分かったそうです。違う、一郎さんなんかじゃない、泥棒だ。きっと私玄関ドアの鍵をかけるのを忘れたんだと震え上がったそうです。するとそう思った瞬間、体が恐怖で硬直し動かなくなりました。妙子さんはこの泥棒が出ていくまで寝たふりをするしかないと思い、早く金目のものを見つけてさっさと出て行けと必死に心の中で念じていました。すると妙子さんの心を読んだかのように、枕元の後ろにいる何者かは布団の左脇をぐるりと通って妙子さんの足元の襖の前でピタリと立ち止まりました。ああよかった、出ていくと妙子さんは期待しながらじっと目をつぶって出ていくのを待っていました。でもしばらくしても一向に出ていく様子がなく、何の物音もしません。どうしたんだろう、なんで動かないんだろうと妙子さんは恐ろしくなりました。恐怖が頂点でしたが、妙子さんはそっと薄目を開けて襖の方を見たそうです。するとそこには真っ黒な男性の後ろ姿がありました。それを見て妙子さんは驚きました。なぜならその男性のシルエットは夫の一郎さんだったのです。妙子さんは訳がわからなくなりました。するとその黒いシルエットは妙子さんが起きているのに気がついたのか、ゆっくり妙子さんの方に振り返っていきました。そしてその黒い人影が正面を向いた時、妙子さんはなぜか直感的に絶対顔を見てはいけないと思いました。そしてすぐに目をつぶろうと思った瞬間、その夫らしき人の目が光って見えたそうです。それはまるで暗闇で光る野生動物の目のように見えました。妙子さんはすぐ目を閉じ、これは夢だ、だからこのまま寝てしまおうと思っていました。静かに時間が流れていき、本当に寝てしまったのか、次に意識が戻った時は朝になっていました。朝日に照らされて妙子さんは昨夜のことは本当だったのか夢だったのかわからなくなっていました。でも生きている夫が幽霊になって現れるわけがないのでバカバカしいとも思いました。すると妙子さんが布団から起き上がろうとした時、おかしなことに気がつきました。妙子さんはいつも寝る時は襖の扉を閉めて寝るのですが、その朝は襖が50センチほど開いていたのです。確かに寝る前は閉めたはずで、やっぱり昨夜のことは本当だったのだろうかと寒気がしてきました。でも襖のことは勘違いかもしれないので、結局真相がわからないまま夢だということにしました。さてその後無事夫の一郎さんも帰国し、その時はもうおとといの夜のことはすっかり忘れていたそうです。そして何事もなく月日は流れ、妙子さんはしばらく出産育児で忙しく過ごしていました。
そして子供が5歳の時に妙子さんと一郎さんの間にいろんな夫婦の問題が起き、結局2人は離婚したそうです。その後妙子さんは女手一つで娘さんを育て、気がつけばさらに15年が過ぎていました。そんなある日、妙子さんは別れた夫の一郎さんが肝臓がんだとその元夫の母親から聞いたそうです。がんが発覚した時はすでに余命数ヶ月と宣告され、妙子さんの娘さんは自分の父親ですから何回も病院にお見舞いに行きました。そして余命宣告を受けてからぴったり2ヶ月後に妙子さんの元夫の一郎さんは亡くなったそうです。一郎さんは亡くなる前は高齢の母親と2人で暮らしていたので、遺骨はしばらくその母親の家に安置されていました。妙子さんの娘さんは自分の父方の祖母の家ですから時々訪ねていたそうです。そんなある日、娘さんは祖母、つまり一郎さんの母親から妙な話を聞いてきました。その話とは一郎さんの49日前のある夜の8時ごろのことだったそうです。一郎さんの母親は座敷で横になっていました。するとスーッと誰かが襖を開けて中に入ってきたので、母親は驚いて目が覚めたそうです。一郎さんの母親は、息子はすでに亡くなって今は一人暮らしなのだから誰かが入ってくるわけがないと思いました。一瞬介護ヘルパーさんか孫たちかなとも思ったそうなのですが、それならまず玄関の呼び鈴を鳴らすはずでした。するとその何者かはその母親の布団の脇を通って後ろにあるタンスの方に回っていったそうです。その時一瞬母親の目に入ったのは真っ黒な人間のシルエットで、それはあの亡くなった自分の息子一郎さんのシルエットだったそうです。母親は思わず一郎と息子の名前を呼びました。すると母親の枕の先にいる息子らしきものは無言のままタンスのあたりで何かを探しているようでした。母親は恐怖はなかったそうで、しばらく様子をうかがっていました。すると息子らしきものがまた布団の脇を通った感覚がすると、襖から出て行ったのか気配はふとなくなったそうです。それは確かに自分の息子、つまり妙子さんの元夫一郎さんのシルエットだったということでした。妙子さんはその話を娘さんから聞いて、急にあの20年前の社宅での体験を思い出したそうです。その時の情景と一郎さんのシルエットだったという点、そして何かを探しているようだったという点など、あまりに酷似していたので内心ゾッとしました。でも不思議なのは、妙子さんがあの体験をした時は一郎さんはまだ生きていたので生き量とも考えられました。でも妙子さんには一つだけ引っかかることがあったそうです。あの社宅で2人で暮らしていた20年以上前、会社の定期健康診断のたびに夫だった一郎さんはまだ若いのに肝臓の数値で引っかかっていたのです。あの当時すでに一郎さんは将来肝臓で命を落とす運命の火種がくすぶっていたということでした。妙子さんはあの夜の体験はそれを当時の妻の妙子さんに警告しに来た未来の一郎さんの霊だったのかもしれないと思うそうです。時間軸で考えたらありえない解釈ですが、妙子さんはなぜかそう思えて仕方がないということでした。そんなことってあるのでしょうかね。
ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。